さてギミックをテーマにする VZ 改造計画シリーズ。今までにギミックを3種類、5つを作りました。まず公式ガイドブックを参考に、ピボットバンパー、次にリアアンカーを作成。ギミックを学習しながらマシンの改造を進めます。前回はサイド部分にギロチンダンパーを追加して走行テストを行うも、良い結果には結びつきませんでした。次々と表面化する、些細な問題、それをなんとかしないと、次には進めないようです。ミニ四駆は、トータルバランス、も、重要になります。ギミックやパーツを持ったから速く、走れるとは限らないのです。スピードを上げればコーナーでぶっ飛ぶことになり、ギミックやパーツを満載すれば、重くなり遅くなるのです。レーサーたちは、こう言うでしょう。それは当たり前のこと。そう、当たり前、のバランスを、どう取るか、各々のマシンに反映されていく、オーナーの当たり前、ミニ四駆には、オーナーの人柄そのものが、反映されると言っても過言ではありません。さて、我らのロードスピリットは、どんなマシンになっていくのでしょうか。それでは今回の VZ 改造計画を、お楽しみください。こんにちは。見たいものを作る企画、主任の僕です。こんにちは。通りすがりの助手 F1 です。超図解、VZ で、ギミック、第7回目ですよっと。前回は、甘い想定でマシンをセッティングしてぶっ飛ばして、1台を釈迦にして主任さん涙目いって、回でしたか？言い方。そりゃあ、ロードスピリットは壊れたけどさ、もっと優しく説明してよ。いやー、このキレゲーってのがこの VZ シリーズの、一番の売りじゃないですか？いつから一番の売りになったんですか？それキレゲーだったんだな。てかさ、売りにするんだったらもっと他にいいとこいっぱいあるでしょ？主任さんがケチなところですか？まさかの個人攻撃。それとも失敗ばかりで進歩が全然ないところですか？まさか、動画の編集が致命的に遅くて月にせいぜい1本動画をアップするのがやっとってところですか？いや。散々苦労して撮影しても、カメラの操作ミスでごっそり元動画消してみたり、イメージ映像の縮尺ミスって全部つかましたり、着火せぎに作ったおまけコーナーのネタがもう隠してたり、勘弁してください。ノロマ。やーいでこっぱち。誰だ最後の。まあ、からかうの箱の辺にしておいて。精神的に来るやつは手加減してくれよ。で、今回は何から始めますか？今回は前回抽出した問題点の改善からだね。へえ、どんなんでしたっけ？君がリスト化してたでしょ？あ、そうでした。桜対戦、パンツァードラグーン、スーパーロボット対戦 F、はて？それ君がやりたいソフトだろ？あ、こっちだった。1、サイドギロチンダンパーのグラグラ対策。2、ギア抜け対策。3、リアアンカーのグラグラ対策。4、ピボットバンパーの粉々対策。この4つだね。まあ上から順に解決していこうか。前回作成したギロチンダンパーは見事に失敗でしたね。そうだね。結局シャーシにギミックを固定できてないわけだ。そんなわけで今回はこれを使って解決を図っていこう。ほう、プラスペーサーですか？そう、まずギミックの支点になるアルミシャフトを固定するビスを取り外す。ビス穴を 2mm のドリルで拡張するんだ。ビス穴での固定力を減らすんですか？とアルミシャフトの下にプラスペーサーを配置してビスを仮面からほう力任せに締め上げる。まさかの解決方法。プラスペーサーがいい感じに変形してほらアルミシャフトに密着するってわけ。どうよ。こんな形で解決するとはとても斬新ですね。物理は全てを解決するよね。うわ、満面の笑顔だよこの人。一応前回よりはみっちり固定されてるし変形も思った以上にぴったりなんだよね。プラスペーサーの素材が柔らかいんですね。そうみたいだね。それでだ、ノーマル A 案 B 案で卓上の落下テストをしてみよう。おお、良いですね。まああくまでも参考程度の落下テストね。高さは約10センチ。左から A 案ノーマル B 案で比較をしてみよう。さらに大スロー。うわ、マジで効果あったんですねこれ。失礼な。今度はノーマルを合成して A 案と B 案で比較してみよう。ノーマルと比べるとギロチンダンパー装備による精神性向上は確認できますね。
そうだね。よし、良さそうだね。これでいこうか。やっと次の。ダメでした。やっぱりずれるんだよな。どうするよこれ。困りましたね。いけると思ったんだけどな。また、ダメでしたね。またを強調すんなし。まあ失敗もするさ。ミニ四駆はトライアンドエラーだよ。これは一回棚上げしてさ、次の改造をやってみるよ。逃げちゃダメですよ。わかったって、そう睨むなよ。圧が強いな。それで、じゃあ次はギア抜け対策やっていこうか。てかロードスピリットは新しく2世になってるからギア抜けは解決してるんだけどね。新品ですもんね。そうだな。今回のギア抜けの原因はプロペラシャフトにあったんで、一応ここをいじっておこうか。ほう、どんな風に？ザ・お金の力。ドストレートな解決方法きたこれ。サクッとグレードアップパーツに換装する。これ前に AR3 でやったやつですね。お、さすが有能な助手。 AR 改造計画では、速さをテーマにミニ四駆を作っています。ぜひご視聴されてください。高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。いつも CM ありがとう F1 くん。駆動ロスなんかのテーマもまた改めてやろうね。じゃあ次行ってみようか。次は、リアアンカーのグラグラ対策でしたね。妙案がありますか？そもそも一軸リアアンカーはこういう構造でバンパー部がローラーとしての位置を維持してるんだよね。ふむふむ。だからここがグラグラするんだから、ここを太くできれば動く量も減ると思うんだよ。確かに。そこでこの支柱になってる部分にかぶせ物をしてみようと思うんだ。うわ、まとも。あんいやいやとても良い案ですね。だろう。使うグレードアップパーツはこれ MS シャーシマルチブレーキセット。それに入ってるこれをかぶせて削る。どうよ、前後に動かなくなったろ。割と何回かに分けてちょっとずつ削ったんだ。よし、これでクリアな。次行ってみよう。さて次はフロントピボットの FRP の粉の問題だったね。 FRP はガラス繊維ですからね。これマジで吸い込むと体に良くないですからね。そうな。今後 FRP はもっと気を使って使わないとね。それで、これさ、コメントもらったんだよね。お、よかったですね。コメントもらって。いやー、ほんとだよね。見てくれる人がいるって実感湧くよね、コメントってさ。コメントがつくと主任さんウキウキしてますもんね。でだ、まあぶっちゃけハトメを FRP の穴にセットする方法なわけだよ。ほうほう。でだ、資料調べたらさ、ラッキーなことに今年の超速ガイドにハトメを FRP にかしめる方法が掲載されてたんだよ。お、ラッキーでしたね。それかしめる工具買わないで済みそうだわ。で、それをパクるんですね。言い方、参考にするんだよ。結局同じようなことでしょうに。表現方法ってのは大事なんだよ。まず 2.5mm のドリルで支点にある穴を拡張する。そこにハトメを入れる。それにステンレスサラビスを入れて逆側にナットをつけてボックスドライバーで締める。そうすると、お、すごい、ちゃんとかしめられてる。あとはラジオペンチとかで形を整える。これ専用工具が必要かなとか思ってたけど、サラビスとナットでできるのが感動だよな。手持ちにあるものを工夫して使うのってほんと好きだわ。主任さんこういうネタ大好物ですもんね。それに判例が多かったりするとサクッと終わりますね。まったく先人の知恵とネットの世界に感謝だね。さてそれじゃあ僕らも工夫してみようか。さっきは脳筋力技で失敗しましたけど、いい案は出ましたか？もっと他に言い方はないのかな。問題はここの視点でギミックが回転しちゃうところなんだよ。ふむふむ。視点が1点なのが問題なんですね。だから2点で支えればよくね。こことここに穴が2つあるんだからこれを活用してみよう。おお、いいですね。で、具体的には？今度はこれを使ってみようかと思う。新戦力リアスキッドローラーだ。あれ、なんかさっきの MS シャーシマルチブレーキセットに似てますね。あれ、ほんとだ。使うパーツはここのローラーをセットする部分。ああ、このグレードアップパーツを加工して
ギロチンダンパーのアーム部分を、ハードポイントにマウントできる部品を、作っていくつもりなんですね。でもこれならさっきの、MS シャーシマルチブレーキセットの、余りパーツで十分いけるのでは？あれほんとそっくりっていうか同じだろこれ。取り付けるパーツがブレーキか、ローラーかって差ですよね。プラパーツは同じものに見えますけど、しかも目的の使用パーツも被ってないし。あれこれまた、無駄遣い、しましたか？そんなことはない。同じ構造のパーツだけど、よく見ないで買ったとかじゃないから。ああ、よく見ないで買ったんだ。めっちゃ動揺しとる。とりあえずギミックの作成といこう。カットするところはこれを2つ作る。両サイド分だね。それからパーツを仮面からビス留めする。それから 1.8mm のドリルを使ってビス穴用の穴を開ける。開けた穴に 5mm のビスでパーツを仮面から固定。 2.0mm のドリルで穴を拡張しておく。あとは前とほぼ同じ。アーム部分をスペーサーとか FRP で構成する。 VZ6 とほぼ同じ。そうしたら完成。お、これで予定していた改良と隠し対策はバッチリですね。そうな、4つともなんとかうまくでってことで小島コースでテスト走行しようよ。展開早くね？マシンの初限はこれ。じゃあ早速テスト走行してみよう。てか早い。うわ、不安になる式ですね。いきなりぶっ飛んでるし、つかマシン初限でハイパーダッシュ使ってましたか？せっかく改良したマシンがぶっ飛ぶとか、めっちゃ気になるんですが。意図的な変な編集ですよね。そうかな。なるほど、うっかり2種類のグレードアップパーツ買ったから。慌てて走行の動画を流しておいて、費用計上リストを目立たなくしようとしてたと。やり方がせこい。気づかれたか。もう、しょうがないな。ということで今回はここまで。高評価、チャンネル登録をお願いします。あ、逃げた。それでは、また次回。ミニ四駆作って走らせようぜ。超図解。今回のおまけコーナー、始まるよ。今回も元気いっぱいですね。そりゃ、自分のコーナーだし、いつか、メインやるし。自作ポータブルピットの話でしたか？そうそう。空箱から始まって、ケースをタダでゲットして中身を、改造したんだよね。ほう、それで？今回は外見も良くしようってことで。ほうほう。フォトショップで画像を切り貼りして、ネットプリント使ってコンビニで、印刷代がちょっとお高いですけどね。レーザープリンターだから画質は、かなり良いんだよ。これをざっくりカットして、100均のラミネートを使用する。形を整えて。はい、完成。どうよ？終わりですか？なんで？よくできてるじゃん。これ完成したらネタがもうないですよ。しまったー。あと3回はこれで引っ張るべきだった。それは無理だろ。見たいものを作る企画。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録をお願いします。次回もお楽しみに。